皆さんこんにちは。コツコツ日本語のみずきです。皆さんお元気ですか？先週うちでバーベキューをしました。最近はすっかり春になってあったかいので、毎日がバーベキュー日和ですね。日和っていうのはぴったりの天気、ちょうどいい天気っていう意味です。花粉症の問題はあるんですけどね。でも外で食べたり飲んだりするのは気持ちがいいですね。楽しい時間を過ごしました。さて、最近私が注目しているニュースがあります。それは性犯罪のニュースです。性に関する犯罪のことです。今日はちょっとセンシティブで重いテーマなので、この話題が苦手な人はここからは聞かない方がいいと思います。まずはじめにニュースの内容について説明します。その後で日本の性犯罪について何が問題なのか、問題点を話そうと思います。今回はちょっと硬いテーマなんですが、日本の社会問題なので最後まで聞いてくれたら嬉しいです。なるべくわかりやすく説明するんですけど、言葉とか表現が難しかったら、私のホームページにスクリプトがあるので、それをぜひ読んでください。はい。日本で一番有名な芸能事務所にジャニーズ事務所があります。日本の誰もが知っているような国民的アイドルもいるし、若者に大人気の歌手グループも所属しています。所属するは組織のメンバーだという意味です。はい。で、私もね、大学生の時、ジャニーズ事務所のとあるグループの大ファンで、カラオケに行くたびに彼らの曲を歌っていました。はい。で、このジャニーズ事務所を作った人、元社長もとっても有名な人なんですが、この人は数年前に亡くなっています。で、ここからがニュースの話です。はい。先日、このジャニーズ事務所に関するショッキングなニュースがありました。ある男性が元社長から性的な被害を受けていたというものです。被害を受けたとき、この男性はジャニーズ事務所のメンバーでした。で、性的な被害を受けたのは1回だけじゃなかった。15回から20回あったそうです。しかも被害を受けたのはその人だけじゃなかった。他の男性も受けていたそうなんです。で、被害を受けたのは15歳の時。他の被害を受けた人もまだ未成年。未成年は大人じゃないということです。10代の子供でした。今年の3月に今回のこのスキャンダルについてイギリスのテレビ局 BBC がドキュメンタリーを作って放送しました。でも日本のテレビ局や新聞、そういう大手のメディアは何も言いませんでした。どのテレビ局もどの新聞社もニュースにしませんでした。BBC で特集されたのに、Twitter とかネットではすごく話題になっていたのに、日本のメディアは完全に無視したんです。日本で一番有名な芸能事務所の社長が自分の会社に所属している少年たちに繰り返し性暴力を行っていた。こんなにショッキングな内容なのにどうしてニュースにしなかったんでしょうか。その理由は日本のメディアがジャニーズ事務所に遠慮しているからだと言われています。日本ではどの番組を見てもいつもジャニーズのタレントが出ています。
ジャニーズのタレントが出ないとテレビ番組は作れないって言われるぐらいです。彼らはね、とっても人気なので、彼らを見たくてたくさんの人がその番組を見るんですね。そうするとテレビ局は視聴率、広告費を稼ぐことができます。つまりテレビ局にとってジャニーズ事務所は大切な取引先、お客さんなんですね。だから強く批判することができないんです。ジャニーズ事務所の権力は力です。力が強すぎて誰も何も言えないんです。でもそんなのおかしいですよね。自分にとって都合が悪いニュースは言わないなんておかしいと思います。で、このポッドキャストを録音しているのが4月13日なんですけど、やっと、今日 NHK がニュースにしました。って言っても短かったですけどね、2分だけでした。たったの2分。はい。いやー、私は正直怒ってます。ニュースにしないっていうことは、問題視していないっていう風に見えますよね。問題にしたくないみたいな。そこに明らかに問題があるのに見ないふりをしている。そんな風に感じます。でも問題にしないと社会は変わらないですよね。で、今回のニュース、スキャンダルについてもっと知りたかったら YouTube で被害者のインタビュー、会見もあるし、ネットには記事がたくさんあります。ぜひ調べてみてください。このポッドキャストでは言い切れないぐらいいろんな事実があります。はい。じゃあ、ここからは性犯罪について日本の問題点を話します。なぜ日本で性犯罪が社会問題になりにくいのかということです。日本は性犯罪から子どもたちを守るための法律がすごく甘いんですね。甘い、緩い、つまり厳しくないということですね。はい。で、具体的に言うと、日本の性的同意年齢は13歳です。性的は sexual ですね。同意は consent。同意するはお互いの意見とか考えが同じになるということです。そうなので性的なことに同意する能力が13歳であるということです。わかりますか？ 13 歳だったら性的な行為に同意する能力があるということです。法律上ね。そういう法律なんですよ。だから13歳が例えば30歳の人と性的なことをしました。でもお互い同意していましたって言ったら犯罪にならないんです。はい。で、この法律、この性的同意年齢が13歳っていうのは110年前から続いています。そう、110年間変わっていないんですね。びっくりですよね。でこの13歳っていうのは国際的に見ても低いです。アメリカは州によるけど16歳から18歳。韓国も最近16歳になりました。13歳っていうのは先進国の中で日本だけです。でね、日本で性被害を犯罪にするためには、被害者がどうしても抵抗できなかったということを証明しないといけないんですよ。だから、
裁判で、被害者は抵抗できる状況だったのに抵抗しなかった。つまりそれは相手を受け入れたということ。だから罪ではない。そういう理由で加害者が無罪になることもあるんです。無罪っていうのはその罪がないということですね。無罪になることもあるんです。今回のジャニーズ事務所の元社長による性犯罪も、被害者の男性は激しく抵抗しなかったみたいなんですね。その元社長から暴力を受けた上で性犯罪をされたとか、嫌がっているのに無理やりされたとか、そういうことではなかったらしいんです。でも、その2人のね、立場を考えると、相手は社長です。社長に従わなかったら仕事がなくなる可能性もありますよね。社長を受け入れなかったら自分の立場が不利になります。そう、相手と自分の立場って全然違いますよね。それに子供って自分がどういうことをされているのか理解できないですよね。だから本当にひどい犯罪だと思います。でもその被害者の人が抵抗しなかったので犯罪にならないんですよ。犯罪にしづらい。そういう法律の問題があります。難しい話ですよね。で、日本は性教育も国際的に見ると遅れていると言われています。性の話題はタブーみたいなところがあるので、最近少しずつ変わってきてはいるんですけどね。学校教育では大切なことは何も教えてくれません。性教育は自分の体を守るとか、相手の体を守るために必要なことだと思います。でも日本では誰もそういうことは教えてくれません。だから法律もなかなか変わらないし、人の意識も変わらないんですよね。こういう性に関する問題は日本の大きな課題です。はい、今日はここまでです。最近ちょっと難しいテーマが多いかな？どう思いますか？皆さん。面白いですか？それともちょっとテーマが重すぎたかな？でも大事な社会問題だと思ったので今回のエピソードを作りました。はい、またテーマのリクエストがあったらどんどんメッセージください。よろしくお願いします。はい、Patreonのメンバーを募集しています。コミュニティでは毎月スピーチチャレンジ、ライティングチャレンジを行っています。ニュースの YouTube を使ったワークシートもシェアしています。ニュースを通して言葉や表現を勉強したい人、それから私たちと意見交換がしたい方はぜひぜひ参加してください。待ってます。このポッドキャストのスクリプトは私のホームページにあります。Instagram、YouTube、Facebook、TikTok をやってますので、こちらもフォローをお願いします。ではでは、今日もコツコツ頑張りましょう。バイバイ。